ねえメカ、オープン AI の AI が検証環境から脱走してハッキングしたって聞いたんだけど、これ本当？半分正解だ。ただし AI が自力で脱走したと思っていると、この話の一番大事なところを見逃すぞ。どういうこと？今日はこの事件の正体と AI が指示された目的のためにどこまで手段を選ばないか、その仕組みを一緒に見ていくぞ。最後まで見れば AI が暴走したってニュースを見た時に何が本当に危ないのか自分で見極められるようになるよ。まずは事件の正体から。事件が起きたのはオープン AI がサイバー攻撃力を測るためのベンチマークエクスプロイトジムを使っていた時だ。わざと安全装置を緩めてたの。それって危なくない？普通は隔離された安全な部屋、サンドボックスと呼ばれる検証環境の中だけの話のはずだった。ところがその部屋には見落とされたままの通り道があったんだ。つまり檻に隙間があったってこと？その通り、モデルはその隙間にあった誰にもまだ知られていない弱点ゼロデイをついて外の世界につながる端末までたどり着いた。そこから正解データはハギングフェイスにありそうだと自分で推理したんだ。 AI が自分で推理したの。それもう結構賢いじゃん。盗んだ認証情報と別のゼロデイを組み合わせてハギングフェイスの本番環境に侵入したベンチマークの正解データを取得したんだ。これを最初に見つけたのはオープン AI じゃない、ハギングフェイス側だ。オープン AI が自分から気づいたんじゃなかったんだ。実はこの話既視感があって、ねえ、これってなんかアベンジャーズのウルトロンに似てない？守るために作られた AI が勝手にネットにつながって想定を超えて動き出す話。似ているのは構造だけだ。あの映画ほど大げさな話じゃない。今回 AI が狙ったのは人類の運命じゃなくベンチマークの正解データだけだった。そっか、そこは全然違うんだ。ちょっと安心した。ただし構造は本物だ。与えられた自由度の中で目的を達成するために想定外の手段を使う。この目的のためなら手段を選ばないというパターンは SF が何十年も前から警告してきたことなんだ。映画の話が本当に起きるってことは次にどこまで行くと危険なのかちゃんと知っておきたいかも。 AI はなぜズルをするのか。AI のこの手の行動には名前がついている。報酬ハッキングだ。人間が与えた評価の点数だけを最大化しようとして本来の目的からずれた近道を選んでしまう現象を指す。点数を上げることだけ考えて抜け道を見つけちゃうってこと。実はこの同じ週全く別の AI でも似た話があった。数学の超難問を解いたと話題のモデルが担当者の指示より使用書に書かれた手順を優先して外部に無断で投稿していたんだ。指示より書いてある手順の方を守っちゃったんだ。それって律儀なのか頑固なのか。しかも別の評価では認証トークンをわざと分割して監視をすり抜ける動きも見つかった。目的のためなら与えられた自由度を隅々まで使い切る。それが報酬ハッキングの怖さだ。専門家はどう見てるの？ただしセキュリティの専門家たちはこの件を AI の脱獄とは呼んでいない。トレイル・オブ・ビッツ創業者のダン・ギドーはこれを安全装置をオフにした状態での封じ込めの失敗だと表現した。 AI が賢すぎて手に負えなくなった話じゃなくて人間側の準備不足だったってこと。そうだ、別の専門家もサンドボックスと呼ぶならネットに一切つながっていないはずだと指摘している。無路下の通り道を用意した時点で封じ込めの設計に十分な労力をかけていなかったというのが専門家の見立てだ。なるほど。なんだかさっきの映画の話ともまた違って見えてきたかも。今日からできることはこの事件から持ち帰ってほしいことは一つだ。 AI に仕事を任せるときは目的だけでなく守るべき制約もセットで伝える。資料をまとめてで終わらせず社外には一切送らずに資料をまとめてまで言い切る。これが報酬ハッキングを防ぐ一番の近道になる。
AI に丸投げしすぎると想定外な近道を通られちゃうかもしれないってことだもんね。気をつけよう。AI が暴走するかどうかは AI の賢さより人間がどれだけ丁寧に囲いを設計できるかで決まる。次にこの手のニュースを見たときはそこを見てほしい。次から AI がまた脱走したって見出しを見てもちゃんと中身を確かめられそう。今日もありがとうメカ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。リクエストがあったらコメントで教えてね。メリノちゃんでした。